自分の内側にもう一つの大きな無意識を感じたことがありますか？自分の存在の中に私以外の大きな意識、つまり真我がいるのです。真我とのつながりを感じることで、私という意識にとらわれず、より大きな存在に委ねることができます。それはがっかりすることのない、幸せしかない世界へとつながっています。普段私たちが自分だと思っている意識は、実はほんのわずかな部分です。私たちの体や生命を維持しているのは、ほとんどがこの大きな無意識の領域です。本来、悟りとか学びの世界では、その大きな無意識のことを真我とか神様といった表現で呼ばれていますが、そのような呼び方だととてもアクセスできないような神秘的なものというイメージになってしまうので、私はもう少し身近に感じられるように本体さんと呼んでいます。最初に私が本体さんを感じた時の体験をご紹介します。初めて本体さんを感じたのは、街の中を歩いていて、ワンネス体験に近いような状態になった時、車に乗っているイメージがバンって入ってきたんです。今までずっと私がこの体の運転席に座って全てをコントロールしているつもりだったけれども、私じゃなかったんだ。私が座っているのは助手席で、まるで子供がやってるように運転しているふりみたいのをしていただけだったんだ、と気づきました。そして運転席に座っているのは本体さんで、本体さんがハンドルを握り、目をつぶって私に行きたい方向を指し示せと言ってる感覚が伝わってきたんです。そしてその時私は、あなたが私だったんですか。私は今までずっと私が運転席に座っていると思っていましたが、あなたが運転されていたんですね。と、衝撃的に思ったことを覚えています。私にとって本体さんとは完璧な神様のような存在ではないんです。どちらかというと、完璧な神様のような存在から私に近づいてきてくれて、私の体の中に入ってくれて、私という存在の体を完璧な状態にずっと維持してくれている。そしてその上で、私はあっちへふらふら、こっちへふらふらしているにもかかわらず、文句も言わず、一生懸命体を操縦してくれている。完璧な状態に維持してくれている存在というのが私の本体さんのイメージです。今回は本体さんをご自身の内側で感じていただきたいのです。最初は何も感じられなくても、感じてみようと試みてください。なぜならそれが私という意識状態を突破するブースト、つまり前進するパワーになるからです。私意識を薄くすることによって本体さんとのアクセスをしやすい状態になり、人生が幸せに満ち溢れた状態になります。ちょっと感じてみてください。本体さんって何なんだろう。どうしたら私は本体さんを感じられるんだろうか。本体さんがいるなら私って何なんだろう。
あなた自身に問いかけてみてください。足元が揺らぐような違和感こそ、真我への扉を開く鍵になるのです。あなたの内側の本体さんを感じてみてください。ご自分の内側をさまざまに探求し、試してみてください。内なる本質を感じてください。その探求の姿勢こそが、私という感覚を揺さぶり、固定観念を疑わせ、現状に安住することなく、前に向かって押し出してくれるパワーとなります。このイラストを見てください。私たちの脳の本体さんと私のバランスです。ほとんど本体さんです。私たちの体の約60兆と言われている細胞は、タンパク質や DNA を使って同じ細胞を再生し、穴が開かないようにできています。すごいシステムです。DNA を再生するための必要な栄養素の補充など完璧にやってくれています。一つの穴も開きません。すべての細胞を完璧な状態に整えてくれています。本体さんの容量はとても大きく、脳全体の 95% とか 6% ぐらいだと思っています。そのぐらいの容量を本体さんが使っているのだろうと思っています。その上で本体さんが作り出したのは、この小さなちょろっと出ている私という意識の脳神経回路は本当にこんなに小さなものだと思っています。ほとんどすべて本体さんがやってくれることに対して私たちは気づくことができません。私しかこの世にいないような感じで生きています。でも実際には私自身が血液を整えることもできません。DNA を補うこともできません。穴の開いた細胞がどこにあるのか、死のうとしている細胞はどこにあるのか、胃袋はどうだ、内臓はどうだ、骨はどうだ、全然わかりません。自分がここに生きているにもかかわらず、体の内側の細胞のことは全くわからないのです。この無力な私という小さな脳神経回路、それが私たちの意識です。ほとんどが本体さんがやってくれています。次に、体の本体さんについて、このイラストのように体においてもほとんどを本体さんが行ってくれていると思っています。胸の真ん中にある小さな水色の部分、これが私です。私という意識が胸のあたりにあって、いろんなことに気づいている。ただそれだけの役割の意識です。ほとんどが本体さんです。これを真我という表現で考えてみたらどうでしょう。真我というととても神様っぽいのですが、真我があなたの9割以上を占めていて、その上であなたという意識がある。どうやったらこの真我にアクセスできるんでしょうか。ちょっと考えてみてください。今現在あなたが生きている。けれどあなたの体はあなたがコントロールできず、
ほぼ真が大きな無意識がやってくれているのだとしたらどうでしょう。この方は私たちをどんな風に見ているのでしょう。真がはどうして自分を破滅させるほどの自由をこの小さな意識に与えてるんでしょう。破滅することも許すぐらいに目を閉じてお前がやれと、お前がやってみろと言ってくれていて、そして私がやろうとすることを真がが一生懸命やってくれている。体を壊すこともできる。自分をストレスでいっぱいにすることもできる。他者を傷つけることもできる。それほどの自由をこんな大きな素晴らしい真我がなぜ意識に与えてるんでしょうか。ちょっと考えてみてください。今度は横向きに見てみます。本来胸の中心にある小さな意識、気づきの意識が人間社会ができたときに他者とのコミュニケーションなど外との世界との関わりに使うために左脳がその機能を吸い上げて大きく拡大していきました。そして左脳の過剰がどんどん進みに従って顔の前に仮面のように幻の私という意識が形作られました。そして体は本体さんがすべて管理してくれている。でも私たちはこの前側が自分だと思って生きていて、自分しかいないと思っています。私にとっては本体さんというのは背中から後ろの空間に向かって開いている、つながっているイメージです。この後ろにはさらに大きな人類全体の無意識、もしくは地球生命全体の超意識のようなものがずっと後ろにつながっているんだと感じています。この顔の前面の拡大された幻の私、これは左脳によって形作られています。このイラストを見てください。私たちがこの前面の意識の中に入って、これが私だと感じて生きていると、後ろの本体さんの意識が今消えてしまった状態です。つまり、私たちは本体さんを感じ取れない状態なんです。感じ取れないのは、先ほどの脳で見た時のこの小さな脳神経回路、ここにフィルターというものがあります。これは本体さんが扱っている60兆という細胞のパワーに破壊されないように、フィルターで守られています。フィルターというのは医学的にも証明されています。皮膚に針のようなもので刺激を与える実験が行われ、0.5 秒以内のチクッとした刺激は脳がフィルターで意識に伝わらないようにカットしているのだそうです。こんな風に脳は意識に対し伝える情報と伝えない情報を分けて、私たちに伝えない情報にはフィルターをかけているそうです。ですから私たちは本体さんに許された情報だけ受け取っている、感じ取っているということになります。それ以外はないのと同じ状態です。体の内側で何が起こっているのか全然わからない。
小さいけれど大切に扱われている脳神経回路が私という意識です。この私と思っている前の部分と本体さんとの間にフィルターがあります。だから私たちが一生懸命体の中を感じようとしても、なんとなく体温ぐらいのこととか、お腹が減ってるなとか、大雑把な情報しか私たちの意識には入ってこないようになっています。そして私たちが私と思えば思うほど、この後ろに存在する無意識たちが感じられない状態になります。ですから今日は、ぜひ、私ってどういう存在なのと、私に対する疑問を持っていただきたいのです。私って本当は何なんだろう？自分一人しかいないと思っていたこの体の中にもう一人住んでる？これでいいの？もっと違うあり方ってあるの？こういう足元がクラクラするような、そういう揺さぶりをかけていただきたいのです。つまり、知識を持って幻に揺さぶりをかけていただきたいのです。これは私自身の感覚ですが、私という前面の意識の中にいたときは、世界が真っ暗闇に見えていたように思います。本当に自分しかいない。私のことは私が何とかするしかないし、いっぱい頑張らなければいけない。私は世界とは全くつながっていない。というような切り取られた孤独感のような世界観を持っていたように思います。私はというように意識の中で私はこうだった、今日の私はこうだろう、昨日の私もダメだったというように私思考をたくさんすればするほど暗闇の中に落ちていくように思うのです。そしてこの顔の前面の私意識の中に閉じ込められてしまう。抜け出そうという発想にもならない。それが一番の苦しみの原因なのではないかと思っています。私がをやればやるほど辛く苦しいのです。そして期待するとがっかりするようになり、何を望んでいいのかもわからなくなり、人生をひたすらコントロールしようということにエネルギーを費やしてしまう。それに対し思考が消えて右脳に意識が移ったら、私という思考は本当に全くしなくなりました。そこからさらに私という意識はどんどん本体さんの中へ入っているような感じになりました。そしてなるべく自分で考えたり決めたりしないと決めていましたので、すべてを尋ねて答えを受け取ることも諦めています。あまりにも本体さんがすごいので。すごいっていうのはこういう感じです。本体さんはスーパーコンピューターのようなものなんです。すごい容量です。すごいスピードです。
それに対し私たち意識はガラケーぐらいの容量しかありません。ですからいくらガラケーの私がスーパーコンピューターに問いかけても答えの凄さに理解できないんです。なので理解もどこかの段階で諦めました。もうわからないので全てをお願いしたんです。そして時々、例えば買い物に行こうかなという時、そのイメージをお腹にポンと投げ込むと、その瞬間になんとなく体の中でふーっと明るさがよぎったなというような感覚で答えがわかるようになりました。本体さんの中に自分という意識が入り込んで、でもフィルターはかかっているのでスーパーコンピューターの中には入れないんですが、とても近いところに飲み込まれていて、ふわふわと入れているような感覚で今は生きています。考えるよりお任せした方が全然早いんです。なので全く考えない。そしてこのスーパーコンピューターである本体さんの意向に沿って生きていると、私は期待していたのにダメだったとがっかりすることが全く起こらなくなりました。自分という存在をどうしたいのかという望みも私の内側にはほぼほぼありません。けれども、もしスーパーコンピューターの方が私に何かのイメージを投げかけてくれたら、はい、それやりますとニコニコと立ち上がり、すぐ動くという深い受容体制に入っています。こうなると幸せしかないです。意識のフィルターの向こうには宇宙のような時空を超えたような何かがある。ご自分の意識の中、猛烈に探してみてください。私は自分の意識の果てを知りたいんだ。自分の意識はどこで始まっているのか、どうして私はここにいるのか、この意識って何なんだろうという探求をパワフルに本気でやっていただきたいんです。顔の前の私という意識の中にいると、どうしても外側の社会のことばかり見てしまいます。あれがうまくいった。あれがうまくいかない。あれを何とかしたい。どうしても私と社会という外側を向いてしまい、内なる神秘、フィルターのすぐ横に、この宇宙でおそらく最高級の神秘がここにあるんです。体のシステムってすごい神秘そのものなんです。こんなすごいシステムが今ここにある。この体は何なんだろう。私っていう意識って何なんだろう。自分を揺さぶり、自分に問いかけ、その神秘に向かって内側を感じてみてください。生きている間には体の内側に生命という神秘があります。体について、生命について、内なる神秘を感じてください。足元が揺らぐような違和感こそ、私意識が薄くなり、神我とのアクセスが良くなります。神我とのアクセスが良くなれば、もうそこには幸せしかない。